どうもこんにちは、川口の健です。今日はナンバー24オールドスタイルブログの完成やっていきます。前回の動画で出し縫い、そしてコバの仕上げまでやりました。そしてその後ヒールを作ってソール仕上げまで行いました。まずインクを入れていきます。ダークブラウンのインクを積み上げ、そしてコバに塗っていきます。濃いインクなので1回塗った後は軽く布で拭き取ります。コバの染色ですが、コバ面のみ塗ります。通常であればウェルト面にもインクを入れるんですが、この靴の場合コバ面、側面のみですね。そして側面プラスウェルト面の端っこだけ塗ります。ウェルト面の色とコバ面の色が違うというのが特徴です。その面にはナチュラルの仕上げ剤を塗り込んで磨き上げていきます。そして、コバ次はリンゴを塗ってアイロンを当てて溶かしていきます。こんな状態ですね。印足はもうすでに貼ってあります。これライニングアッパーと共革色違いですね。アッパーがバッファローの革なんですけど、ライニングもバッファローのベビーカーフ、印足も同様です。そしてシューツリー、こちらですね。今僕が座っているこのアンティークの椅子、そんなアンティーク家具のような雰囲気で形を作って染色、そして磨き上げています。このオールドスタイルブログはエイジングはさせない、昔作られたデッドストック品がそのまま残っているみたいなコンセプトなので、このシューツリーも全然もうエイジング加工はしてないんですけど、アンティーク家具っぽい、使い込んだわけじゃないんですけど自然な風合いというか木目を強調した色合い、ツヤ感になっています。磨いていきます。ニュートラルのクリームですね。これをブラシに取って、まずはこのウェルトとアッパーの隙間、そしてこのウェルト面にも塗ります。こだわったこの出し縫い、昔っぽい出し縫いをイメージして縫い上げたこの黄色い糸と、結構端っこを縫ってるこの出し糸ですね。ここにも光沢感が欲しいですね。にしてもこの革の色味と質感が何とも言えない古めかしさを漂わせてますね。こんな風になってくれるだろうなという予想でこの革選んだんですけど、やっぱり正解でしたね。エイジング加工というほどじゃないんですけど、この黒いクリーム薄く塗ります。これ塗ることで、多少色が濃くなるっていうのと、この革水絞っていうんですかね、ほぼスムースなんですけど若干脂肪感があるんですね。これをもう少し目立たせたいというか、それと同時に、ある意味エイジングっちゃエイジングなんですけど、ちょっと古びた感じなんで、発色が今かなりいいんで、それを少しくすませて、実際履いてエイジングはしてないですけど、作られてから時は経ってるんで
っていう設定なので、その皮の発色が少し落ちてるみたいです。そんなイメージですね。あらかじめニュートラルのクリームをしっかり塗ってあるので、黒のクリームがぐっと染み込んで色が変になっちゃうっていうことはないですね。そしてニュートラルのクリームをまた今度布に取って、黒いクリームちょっとムラになるんで、どうしても全体このニュートラルのクリームで溶かしながら余分は取りつつなじませます。本当にクリームだけでよく光りますね。この靴も例によってそんなにワックスでピカピカにする靴ではないですけど、やっぱり展示するのでやっぱ光ってる方がね、こうぐっと見栄えがいいんですよね。で軽くワックスかけます。最後に靴ひもを通します。靴ひもはこれレーヨンのひもでして、ちょっとリボンみたいな感じなんですけど、昔の靴ってなんかこんな感じの少し光沢のある網のひもですね、ロー引きじゃないやつが結構あるんですよ。なのでちょっとこれ入手したので入れていきます。ただそのままだとちょっとテカリが強すぎた、真新しすぎ感があったので少し毛羽立たせて、そして少しローを引きました。というわけでナンバー24オールドスタイルブログ完成しました。今回のナバスコレクション3足というのは時とエイジングというのをテーマにして、それぞれ別のアプローチで表現した3足ですね。前2足っていうのは実際にエイジングっていうことに焦点を当てましたが、ナンバー24はエイジングというよりは時間の方が大きなテーマですね。エイジングはしてない、ただ昔作られた、設定としては1920年から30年ぐらいにイギリスで作られた古い靴が履かれずにそのままデッドストックとして現代まで残ってきた、そんなイメージですね。なのでエイジング自体はしてないんですが、デザイン自体がそもそも古いです。デザインのこだわりを解説していきます。デザインの大枠としては外羽フルグローブスクエアとなんですけど、やっぱり一番特徴的なのはこの穴飾りですね。穴飾り通常数値でいうと大体 3mm とか 3.5mm なんですけど、これ 5mm ですね。かなり大きめの飾りです。そしてそのサイドにあるギンピング、ギザギザのカットですね。これもかなり大きめ、粗めなカットです。こういったデザイン実際昔ありまして、昔のサンプル品なんか見るとこうなってますね。そして外ハトムですね。これ大きさと色と結構これチョイスするのに苦労しまして、
いろいろ海外から取り寄せた結果、この真鍮っぽいんだけどちょっとシルバーっぽさもある絶妙な大きさのハトがですねついてます。そしてそこに通してあるこれ紐、これも本当にぜひね昔の靴のサンプルとか見ていただきたいんですけど、こんな感じで紐入ってるんですよね。少し華やかさのある古びた感じの紐です。メダリオンも非常に特徴的。こういったメダリオンってあまり現代ではあまりというかまずないですね。なんか古いメダリオンってこんな感じの簡素でありつつすごく大きな穴だったり結構小さめな穴だったり、そういうのを使ったメダリオンがあったりします。そしてパターンなんかも結構これ古っぽい感じになってまして、特に特徴的なのは羽とこのウイング形状なんですけど、ウイングのここですねが結構広いんですよね。ぐっと外にえぐれて少し立ち上がりながら落ちていくみたいな、そんなイメージ。また羽の形状なんですけど、このアイレット周りが結構狭くなってたりとか、この部分曲線的ですよね。あと羽の付け根も狭いというか、もちろん古いデザインといってもいろいろあるんですけど、僕のイメージする古いデザインというとこんな風ですね。また革のトップライン、この部分は折り込みといって革を薄くすいて折り込んでいます。通常ビーディングだったりパイピングといってもう一枚薄い革を挟んだり巻いたりするんですけど、これはアッパーの革自体が先端が丸くなってますね。そしてつま先形状、これソフトスクエアなんですけど若干やぼったいですよね。これあえてちょっと幅が広めの、そして角が立ってないけどつま先はちょっとシャープめに落ちていく。縦のボリューム感はそんなにないけど横のボリューム感結構あるみたいな、そういうスクエアトですね。現代ではあまり見ないですよね。そしてこの出し縫いの糸、黄色っぽくなってるのは、これ実際には染めてるんですけど、昔のやつは糸の素材だったりチャンの色合いでこういう風になってるんだと思いますが、こういったちょっと黄色っぽい糸がウェルトのコバ端っこギリギリを縫ってあります。実際その当時の靴っていうのは外側からこう出し縫いがやってきて、内側この辺も出しに見えてると思うんですけど、これは手製ならではということでベベルドウエストにしてますね。内側だけのベベルドウエストぐっと絞り込まれてます。その他にもバッファローのベビーカーフの自然な脂肪感、水脂肪っていうか、細かな表面の脂肪感ですよね。皮が薄めなので繊細な感じもあります。縫い目もそれに合わせてかなり細かい、普段よりも細い糸でかなり細かくなっています。そしてヒールはこれ釘打ちヒールですね。非常に滑りやすい、減りやすいんですけど、ヴィンテージ靴ならではですね。釘打ちパターンは昔のクロケット・ジョーンズをイメージして打ちました。こんな風に各所に結構マニアックではあるんですけど、古いスタイルのデザインっていうのを取り入れています。やっぱりデザインっていうのは時代によって様々流行あって、その頃の年代はこういうデザインあったよねとか、こういう色味が多いとか、なんかそういうのってやっぱりあるんですよね。僕が靴好きになったこの始まりというのは結構ヴィンテージ靴だったりもするんで、アメリカのヴィンテージなんですけどね。なのでこういった古い靴の雰囲気って本当に好きで、何度もこういった古いのを作ろうと思ってやってみたこともあります。ただ今回はやっぱりそこに自分の技術も知識も伴ってきて、ヴィンテージの復刻ではないですが、どう見ても古そうだなみたいな、そういうデザインになったと思いますね。やっぱりデザインっていうのは木型ありきでもあるので、この木型ってこのボディの部分ですね、つま先以外の部分って普段 MTO で使っている木型なので、それってあんまヴィンテージっぽくないんですよ。ただその上で、その履き心地は変えない上で、デザインのライン取りとかディティールでどう古く見せるかっていうのはかなり苦労したポイントですね。かなり試作は何度か重ねました。で3足あるうちの
革をエイジングさせてから靴を作る、靴を作ってから革をエイジングさせる、そしてエイジングはさせないけどそもそも古い、こういった時とエイジングに関して全く別な方法で同じテーマに向かって作っていったらどうなるのかっていうところにナンバー24のコンセプトっていうのがバチッとはまったっていうのがね、なんというか一つ自分の中での集大成ではないですけど、ヴィンテージ靴好きから始まってる身としては感慨深いようなね一人でそんな風に思ったりもします。この靴って一般受けしないというか、チャンピオンシップみたいな、うわなんだこれかっこいいシャープみたいな、そういうのとは全く違うジャンルの靴になってるんですけど、やっぱり僕はこういうのすごく好きで、見るたびに他の2足も本当にかっこよくて見るたびにはかっこいいなと思っちゃうんですけど、この靴もなんかその2足とはやっぱり違う、こう見てしまう、眺めてしまう魅力があると思います。こちらのナンバー24、東京の展示会で展示します。やはり一目見ただけで古って思えると思いますので、これマニアックじゃない方でもなんか古そうだなって思うんじゃないかなと僕は思ってますので、ぜひね実物見ていただきたいと思います。概要欄に展示会の詳細やこの靴の詳細、ブログリンクなど貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。というわけで展示会お待ちしております。それではまた。